癒しの波動スキルコピーできない。じゃあバリアード使いのパルと申します。なんとラティアスのメインスキル癒しの波動がスキルコピーで選ばれないらしいという検証結果が出てきまして、私自身がスキルコピー大好き人間でありますので、使用についてと使用を逆手に取った活かし方について考えてみたいなと思います。ポケモンスリープってマジで検証しないとわからないことが多いゲームですね。それでは参ります。ということで、この仕様の発見の経緯についてなんですが、X でジュペッタの下っ腹ポケスリさんという方がラティアスリサーチ中に癒しの波動が全然スキルコピーされていないということに気づかれまして、メタモンとラティアスのみで編成したところ、メタモンのスキルがコピー失敗になったということで、この仕様の発見に至ったようです。ポストの使用許可も頂戴しました。ありがとうございます。概要欄にジュペッタの下っ腹ポケスリさんの X の URL も貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。てなわけで、メタモンやバリアードのメインスキルコピーではラティアスの癒しの波動はコピーできないんだそうです。ラティアスのステータス解説動画のコメントなんかでも、ラティ兄弟とスキルコピーを一緒に編成すれば、スキルコピー以外のポケモンって4匹中2匹がラティ兄弟なので 50% の確率でラティ兄弟の伝説スキルが使えるじゃんと期待を寄せていたんですが、さすがに強すぎると判断されたんでしょうかね。似たようなスキルのプラスマイナスは問題なく使用できるんですが、何かしら技術的な問題があったのか、何にせよ癒しの波動はコピーできず、おそらくラティオスのスキルもコピーできないものと思われます。ちょっと残念ではありますね。ただし、じゃあラティ兄弟とスキルコピーの相性が悪いのかと言われると、そうでもないらしいんですよね。というのも、スキルコピーの細かい仕様のお話になるんですが、癒しの波動、そもそもスキルコピーの抽選対象外らしいんですよね。スキルコピーって選ばれないスキルが存在しているようで、これまでだとダークライのナイトメアが該当していました。ナイトメアはね、デメリット効果もありますので、そういう処理なのかなと思ってたんですが、癒しの波動もこの抽選対象外スキルということみたいです。これまでナイトメア持ちのダークライと一緒にスキルコピーを編成している時って、常にナイトメア以外のスキルからコピー先が選ばれていたみたいなんですよね。スキルコピーって、スキルコピーでスキルコピーが選ばれたとき、失敗扱いになって、画像みたいなね、エナジーチャージ S と同じ効果になってしまうわけなんですけれども、ナイトメアはそもそも選ばれることがないということで、事実上ナイトメアを入れておくと、他のスキルが選ばれる可能性が高まっていたというような感じだったわけです。で、癒しの波動もどうやらこれと同じ挙動を取るみたいなので、ラティ兄弟とスキルコピーを編成すれば、残る2匹のポケモンたちのスキルを 50% ずつの確率で使ってくれるんじゃないかってことで、癒しの波動がコピーできないのはちょっと残念なんですが、これはこれでこの仕様をなんとか使っていきたいなということで、ラティ兄弟プラススキルコピーもう少し考察してみようかなと思います。パルがパッと思いついた相性が良さそうなポケモンはボーマンダとウでしょうかね。元から相性いいとは思うんですけどね。まずラティ兄弟を編成する時点でドラゴン島がやはり最も強そうだなということで、現在であればアンバー渓谷ってなってくると、そこで相性のいいポケモンで、元気チャージの海竜チルタリスよりもスキルのバリューが高いボーマンダの料理パワーアップ S 鍋拡張をコピーするのが強そうだなと思いました。ドラゴンのポケモンで言えばオンバーンのエナジーチャージ M も強いんですが、オンバーンとラティアスの相性がいいわけではないので、やはりボーマンダがいいんじゃないかなと思いますね。これボーマンダをいつの間に育成にしていてもスキルコピーで代わりに鍋拡張が使えるので、割と普通に結構ありな気はしてますね。で、そもそもスキルコピーのバリアードかメタモンを編成しているという時点で、食材を集めたい場合がほとんどなんじゃないかなと思うので、そこと鍋拡張も噛み合いいいんじゃないかなと思います。そして料理チャンスのってことで、マニューラもラグラージも自分の得意フィールドとか若草 EX なんかではめちゃくちゃ強そうなんですけれども、食材を集めつつ適度に料理チャンスもしつつ、癒しの波動でさらに食材も集められるということで、これも相性良さそうだなと思います。
の食材がオイル、ポテトとメタモンやバリアード、ボーマンダとも被っているので、特にそのあたりの食材を使うタイミングはかなりの噛み合いの良さを見せてくれそうです。ポテトだと新しいサラダも該当しますし、ポテトオイルはグラタンにも、オイルはワッフルにも使えますし、コーン集めについてもね、コーンが得意な海流とラティアスがいればかなり集められるかと思います。ってことで、なかなか難易度高いんですが、こんなメンバーが揃えられると今のアンバー環境はかなりスムーズに進められそうなんじゃないかなと思いますね。ほんとね、もね、渓谷に出てきてほしいんですよね。原作だとね、そういう土地にいるもいるんですが、まあ仕方ないということで、場合によってはサマーフェスで色違いを狙いたいなと思います。その他面白いところだとデリバードのプレゼントなんかでラティ兄弟の飴を集めるなんていうのもありなのかなとちょっと思いました。まあプレゼントのね飴率は3分の1程度と言われておりますし、デリバードが足の速いポケモンなので癒しの波動のお手サポとあんまり相性良くないんですけど、面白そうだなとは思いましたまあこちらもフレンドポイント16のポケモンでアンバーには出てこないんですけどね。パルがパッと思いついたものはそんな感じだったので、ぜひ皆さんも相性の良さそうなポケモンを思いつきましたらぜひコメントで教えてください。本当にね、もデリバードもゲットするの大変ですし、ボーマンダも育成大変ですからね。やっぱりなかなか強力めなスキルは強めなポケモンでないと配りにくいのかなとは思いましたね。まあそんなわけで癒しの波動がスキルコピーで選ばれないみたいなんですが、それはそれで利用できることもありそうってことで、スキルコピー愛好家の皆様、まあ私含めてなんですが、相性の良さそうなポケモンちょっとね考察していきましょう。ちなみに余談なんですが、指を振るで癒しの波動を発動したことのある方っていらっしゃいますでしょうかね。ちょっとね X とか調べた感じわからなかったんですけど、指を振るでもナイトメアって選ばれないみたいなんですよね。まあ他に化けの皮だったりスキルコピーも選ばれないみたいなんですけど、スキルコピーではね大成功のない化けの皮は使えるらしいので、一緒っていうわけではないんでしょうかね。まあ指を振るもスキルコピーも伝説級のスキルが追加されるたびに強化となっていくかなと思うので、特殊な仕様のあるスキルはまあ仕方ないと思うんですけど、今後もね強化されていってほしいなと思います。ぜひね指を振る癒しの波動の知見をお持ちの方コメント頂戴できますと幸いです。そんな癒しの波動がスキルコピーできない件についてでした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援していただけますと動画制作の励みとなります。本当にいつもたくさんの応援ありがとうございます。そして画像の使用を許可してくださったジュペッタの下っ腹ポケスリさんも改めてありがとうございました。素晴らしい検証でした。それではね、スプリングフェストラティオスリサーチに向けて準備進めてまいりましょう。ラティオスはどんなスキルになるでしょうかね。ってことで今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。